So, come on, come on, shawty. こんにちは、一人介護のりょうさんです。突然ですが、皆さんは首を後ろに倒せますか？首が前にも後ろにも倒せず、右にも左にも向けなくなって固まってしまったらどうしますか？不便ですか？またその状態で寝たまま髪の毛を切るってイメージできますか？本日は完全寝たきりのパパさんの散髪についてお送りします。寝たまま散髪どうやってやるの？誰でもできるの？と興味のある方や、健康な方でも家族の入院や万が一の怪我などに備えて情報チェックのためにもぜひご覧ください。ちなみに父の散髪は私が行っています。それではスタート。パパさんの首は後屈といって後ろに反ってしまった状態で固まってしまっています。前にも後ろにも頭を倒すことはできませんし、右にも左にも首を振ることもできません。また体全体が拘縮して全身がまっすぐな状態で固まってしまっているので、車椅子に乗るのも困難ですし、ベッド上でも上半身を30度ほど起こすのが限界です。拘縮とは寝たきりの状態などで体を動かさないでいると体の関節が固まってしまうことを言います。このため散髪はベッドの上で寝たまま行うしかありません。3年ほど前までは自治体のサービス、訪問利用を利用していましたが、現在は私が2週間に1回バリカンで坊主にしています。後ほどこの訪問利用サービスについてもご説明しますね。余談ですが、バリカンは英語ではないって知っていますか？英語ではヘアクリッパーズというそうです。日本に最初にもたらされたのは明治で、フランスのバリカン・エ・マール製作者、言いにくい、バリカン・エ・マール製作所のものであったことに由来してバリカンと呼ばれるようになったそうです。パパさんがまだ病気が発症してない40代まではだいたい年末の30日くらいに床屋さんに行っていました。というわけで私は毎年30日は父の散髪をして1年を締めくくると決めています。最初は私バリカンなんて持ったこともなくて使うのめっちゃ怖かったんです。でも慣れってすごいですよね。今は平気です。皮膚が弱いこともあり、時々失敗して流血させちゃいますがごめんなさい。なぜ坊主にしているか、先ほどもお伝えしたように、父の首は前にも横にも触れず、ずっと後頭部が枕についたまま、そのため通気性が悪く皮膚トラブルが起きやすいので、清潔を保ちやすいように坊主にしています。それでは訪問理美容サービスについて簡単にご説明します。老人ホーム、介護施設や自宅まで理美容師さんが訪問し、散髪やカラーリングなどを行ってくれるサービスです。現在はネイル、ヘアメイク、エステまで良い時代になってきました。訪問理美容は実際に理美容院へ行くことが困難な場合のみサービスを利用できます。さまざまな理由により外出が難しい方のご自宅へ、または居住している施設へ訪問し、ヘアカットなどの理美容サービスを行います。高齢者向け出張理美容サービスと呼ばれる場合もあります。原則として病気の状態などにより美容院に行くことが困難と認められる場合、また高齢者のみに限らず病院に入院中の方、障害をお持ちの方、出産前後の方、自宅等において乳幼児の育児をされている方、または重度の介護が必要な状態にある高齢者等の介護を行っている方で、家族の助けや行政などのサービスを利用することができず、もし介護を受けている家族を残して病院に行った場合には、在宅する家族の安全性を確保することが困難になると認められるものだそうです。場合によってはご家族も使えるって知っていましたか？私は知らなかったので驚きました。私も自分が美容院に行くときは父を置いていくので、タン大丈夫かな、唾液溜まって苦しんでないかな、美容院中も気になって落ち着きませんし、
必要最小限滞在して慌てて帰宅します。私と同じように一人にしたら不安だわというご家族、介護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。対象の方はサービスをご利用になるのも良いかと思います。さて、ところでなぜ私は父の散髪を自分でしているのか。今からお話しする2つの理由があります。一つは3、4年前までは私の住んでいる市も自治体による助成があり、市が訪問利用のサービスを取り扱ってくれていました。市と契約した床屋さんが家に来てくださり、とっても助かっていたのですが、数年前に廃止されました。悲しい。市役所の高齢福祉課に問い合わせしたところ、利用者が少ないからとのこと。利用者が少ないんだったらなおさら継続してくださいよ。利用者少ないなら役場の事務処理も少なくて済むじゃん。何より美容院に行けなかったり、行くのが困難だから訪問利用を使っているわけで、究極一人でも必要としているなら継続してくださいよって感じでした。この時やっぱりお役所は市民の立場、困っている側の立場なんて考えないんだな。だから役場って冷たい印象なのよって思っちゃいました。役場へお勤めの方がご視聴していたらすいません。でも私が住む自治体の話であって、全国には独自の助成を行っている自治体もありますのでご安心ください。独自の助成の例ですが、自己負担額が決まっているケースや、補助券やチケットという形で理美容サービスを手軽に利用できるケースなど、訪問理美容を支援している自治体もあります。例えば東京都は0歳以上要介護4または5の方は料金2000円が自己負担。埼玉では65歳以上の在宅の方、要介護3から5の方は訪問理美容券1枚につき1回無料、年4回までだそうです。こちらは2022年1月12日現在の情報です。個人的には埼玉の助成内容いいな、羨ましいな。興味がある方、サービスを受けられるか知りたい場合は、お住まいの自治体や高齢者向け支援などの窓口にお問い合わせくださいね。そしてもう一つの理由ですが、自治体関係なく訪問理美容を受けようと何件か問い合わせをしたのですが、父の病状や状態をお伝えしたところ、訪問可能なスタッフがいない状況にてお引き受けが難しいとのことでした。これまた悲しい。どなたか我が家に来ていただける美容師さんいませんかね。たまにはプロの散髪やひげ剃りを体験させてあげたいです。床屋さんの泡を顎に塗ってカミソリで剃るの気持ちよさそうですよね。父はここ数年、いや毎回拘縮が進行し、髪が切りにくくなり一苦労です。父も私も何とか頑張っています。どうしても素人ではうまく刈れないところもあり、流血させることもあるので、できればプロにお願いしたいです。寝たままでもっと楽な散髪法や洗髪の方法があればコメント欄にて教えていただけると嬉しいです。そしてバリカン業界の皆様、寝たままの状態でもバリカンできる商品の開発をお願いします。バリカンは刃の方向が決まっているので、首の後ろを刈るときにバリカンの向きが上手に頭に沿わなくて、これがまた刈れないんです。ぜひぜひ開発をお願いします。以上、最後は私のお願いでした。いつも温かいコメントやアドバイスなどありがとうございます。それではまた。Clear nights and I'm ready to fall for the last time. Picture perfect.